はい。じゃあ今日はですね、その仕事に対する責任の持ち方っていう話なんですよ。はい。で村上さん、仕事をやってる時に責任持ってやってくださいとか、この仕事責任持ってやりますとかっていう言葉って聞いたことあります？言葉ですか？はい。別に特に言われたり自分から言ったりはしないですね。そうなんですね。最近はそうなのかなと思ってるんですけど、我々の世代とかって責任を持って仕事にやれっていうのはもういつも言われていて、私もですね、頑張んなきゃ、ちゃんと責任持ってやらなきゃっていうのは結構口癖だったんですよ、自分の中で。はい。で、今もね、時々電話で話したり、あるいは新しくこう取引を始める時なんかに責任を持ってやりますっていうふうなコメントが来たりして、そこでいつも私思ってるのは、責任ってどうやって取るんだろうな、そもそも責任って何っていうところがあるんですよ。で、はい。我々の内部でも過去にですね、この仕事を自分に任せてくれませんかっていう人がいて、うちのスタッフでいて、で責任持ってやりますから、任せてくださいっていうふうに言われたことがあるんですけど、でそもそもね、責任ってどうやって取るんだっていうところなんですよ。はい。でね、今はないのかもしれないですけど、昔はですね、昔って言っても、あんまりなんか大昔の話とかではなくて、はい。10年とか20年ぐらい前に、例えば新規事業でこの仕事を任せられる会社からね、新規事業の責任者として選ばれたみたいな人がいて、はい。でその人が自分の新規事業を手伝ってくれるスタッフを集めなきゃいけないわけですよ、会社の中からね。はい。で、いろんな人に言ってたのが、君の人生に責任持つからに体を預けてくれっていうようなコメントが結構あってですね、はい。その時、私も新規事業、仕事で新規事業に関わることが多いんで、はい。その人たちからいろんな面白い話を聞いたりとかするんですけど、はい。で、人たちの中でもやっぱり新規事業がうまくいかなくて、で、せっかく長に選ばれたのに、その新規事業がうまくいかなかったせいで、左遷になっちゃったっていう人がやっぱいるんですよね。というか相当多いですよね。はい。その左遷になった人って、じゃあ部下のその後の出世を支えてくれる人っていなくなっちゃったわけじゃないですか。いなくなったっていうか、権力がなくなっちゃったわけじゃないですか。はい。で、その責任ってどうやって取るのって私思っているんですよね。要は、その人について、その人が出世すれば、引き上げてくれる、一緒に出世させてくれるっていうことだと思うんですけど、はい。責任を持ってやるって言ったのに、自分がポシャって、周りの人の人生も、それ以降の出世には関わらなくなってるっていうことじゃないですか。はい。なので、すごく無責任な人だと思わないですか、そういう意味では。そうですね。で、我々も、なので、そのスタッフが、例えば、責任を持ってやらせてくださいって言ったときに、その責任ってどういうことなんだっていうふうに考えたんですよ。要は、与えられた仕事がちゃんとできれば、それで責任取りましたっていうことだと思うんですけど、はい。要は、そういうことを言ってくるときって、できなかったも一生懸命やるとか、最後までやりますよみたいなことが責任だと思うんですけど、失敗した場合に、どうやって責任取るのっていうことなんですよ。で、やめればいいのかっていう話になって、で、やめて責任を取るっていうことが前もって合意されていれば、別にそれって責任取ったことにはならないと思うんですけど、はい。やめることによって責任を取るっていうのがもう前もって合意されてるんであればそれでいいと思うんですよね。はい。でなければ失敗してお客さんに損害を与えた額を自分の給料から払うっていうのも一つの責任の取り方だと思うんですよね。はい。失敗したものを自分の給料で払って失敗した額を払ったとしても、それによって失われた信頼感とかそういうのってお金で回復できないんですよ。はい。なんで責任って取れないですよね。はい、なので私が今責任を持って仕事に取り組みますよっていう人は、はい。その責任取り方っていうのは本当に明確に決めておくべきだと思うんですよ。例えば失敗したら自分の給料から100万円払いますとか、
それが責任の取り方です。で、それがやめればやめることで責任取ります。それが責任の取り方ですというのが合意されていればいいんですけど、それ以外の場合って責任持ってやるって言えないと思うんですよね。なので、ある事業において責任を持ってやるっていうのは、そういう考えは責任を明確にしない以上、使えない言葉だし、そういう認識で責任取り込むこと自体が無責任な人なんだっていうところなんですよね。なんか新しい仕事をもらったりとかして、こう意欲というかもうやる気満々で責任持ってやるんだっていうけど、じゃあその失敗した時にどうするんだっていうところを明確にすれば責任を持ってやりますっていうのは言っていいですけど、それ以外はもう純粋に与えられた仕事でいい結果を出すように努力するんだ。で、責任をっていう言葉を簡単に使う人は逆には無責任の人の塊っていうか、もう無責任が歩いてるみたいな人っていうのが、まあ一つの考えとしてそういう認識をしておくべきだと思います。責任ってなんかもうかなりすごくみんなが使ってる言葉だと思うんですけど、村上さんはそういう意味では責任があるのかなと思ってますけど責任っていうことはあんまり使わないということでね。我々の業界なんか特にコンサルなんて責任っていうのが本当に不明確なんで、責任を持ってやりますっていうのは一般的に使われてますけど、改めて考えてみて責任って何なのっていうことで、考えてみていただければなというところです。